お元気ですか？スタジオ羽です。桜の色、難しいですね。混ぜる実験、一緒にいたしましょう。ベースになる赤は、スカーレット、オペラ。それぞれの色にジョンブリアン。スカーレットにジョンブリアン。この発色と、この発色。コンポーズブルーを混ぜた。それぞれの色。影の色ですね。今回はスカーレットでなく、オペラとジョンブリアン、そしてコンポーズブルーを使って描いてみたいなと思います。だいたいこう絵の具のケース、チューブをですね、買った並び順に入れていっていただければそれで構わないんですけど、私の場合は、こちら側に大きいエリアがあってこっちに小さいのがあるので、この大きい方に青、赤、黄色がスッと下ろせれるようにしてあるんですね。で、それはなぜかというと、三原色という青と赤と黄色っていうのが最初の3つの三原色、元の色となるウルトラマリンやコバルトブルー、ブルージャンブルー、いろいろあると思うんですけど、私ウルトラマリンをよく使います。ここにウルトラマリンをたっぷり出しますね。よいしょ。たっぷり出します。で、その隣にクリムゾンっていう赤、もうバーミリオン混ぜる方もいらっしゃいます。私はクリムゾンで、キナクリドの方でもいいので、どれでも大丈夫です。こう入れときます。
暗めの色を使うか明るめの色を使うかによって、微妙に青でもコバルトブルーとウルトラマリンちょっと違いがあると思うんですけど、私は濃いめにしたいので、暗いめにしたいので、暗いめの赤クリムゾン、暗いめの青ウルトラマリンにしてます。で黄色も同じく、レモンイエローを使われる方もいます。明るい時はそれでいいと思います。でも私暗めにしたいのでパーマネントイエロー、この3つをこの大パレットに出しました。で、青と、ごめんなさい。黄色と赤を混ぜると、オレンジ色になりますね。で赤が多ければ赤めのオレンジになります。同時に赤と青を混ぜると紫になりますね。で青が多ければ青紫。はい、これで3原色、青、赤、黄色とオレンジと紫ができます。で、この青色と紫をこのヘリ状で、角ですね。角で混ぜていきますね。よしよしよしと。では、灰色。もしもこれ絵の具を濃いめにしたら黒になりますね。面白いですね。ということは、今のような建物、こう暗いところありますね。灰色になっているところ。よいしょ。こうしたら見える。じゃあこのヘリを使って作っていきますね。で、ほんの少しでもこの混ぜる分量をですね、ちょっと赤めを濃いめの灰色にしようとしたら、ちょっと赤っぽい灰色になったりいたしますね。で、それをうまく活用しながら、よいしょ。暗いところ一気に暗くいたしました。ドアがあれば、ここら辺にドアこういうふうに作っていきますね。で、少し緑の強い灰色にしたかったら、青と黄色混ぜたら、緑っぽい灰色になります。緑っぽい灰色。それとここら辺に木とかがね、こうあれば、そういうところの影になります。で、筆立てますね。立てて下ろすと、ぐしゃぐしゃっとなります。ぐしゃぐしゃとなると、木のアウトライン。そうですね。濃淡でつけていきますね。で先ほどのお話、色は僕、黄色2つ、赤2つ、青2つ以上あります。黄色は明るい方のレモンイエロー。そして赤はもうバーミリオン、明るい色。よいしょ。そして青はコバルトブルー、明るい色ですね。この3つを混ぜて灰色を作ってみます。ただし今度はヘリ使うんですけれども、ちょっと黄色とかオレンジの強いめのほんのちょっと濁っている色にします。なぜならばこの明るい色を使ってこの建物のですね、光の当たっているところとかですね、でまた青とオレンジってこの緑色の光の当たっている綺麗な色作っていきます。背景はもうちょっとごちゃごちゃと混ぜてグレー目にしてグレーの山々作っていきますね。よいしょ。ぼやーっとさせました。これで薄い色とか、ちょっと鮮やかに見える色とかはそのような感じで、混色の仕方、水の量ですね。で描いていきました。じゃあ今度さっき見せた絵はもっと暗いところ引き締まってたと思うんで、今度は暗くいたします。ウルトラマリン、濃いめの青に濃いめの赤を、もう水をほとんど使わずに絵の具そのもの、小学校の時に、教科書、図画工作でですね、写生会とか行きます。するともう外でね、急に水彩描くってなったら、お友達の中にめちゃめちゃ濃いめに、ゴテゴテに油絵みたいに描かれる人います。それに負けないくらいにしっかりと青、赤、黄色、しっかりと水気の少ない状態にいたしましたね。
これで塗りますね。するともう濃い色が入ってきますね。これぐらい濃くなってきますね。よいしょ。引き締めるべきところはこれぐらいで引き締めていくと。青を中心にされたんです。はい、そうです。割合としてなんですけど、青が6、赤が3、今だいぶ入りましたけど、で黄色が1か2ぐらい。すると、青が多いめになると、だいぶ暗い、グレー、黒に近い色ができます。この人に45度に近い。まあ、この混色方法に、基本的なところができるようになってきましたら、あと、このパレット状のグリーンとかですね、そういう発色のいいやつをこういう風に使っていって、あ、ここ緑だなって塗り重ねますね。すると綺麗に見えますね。ここら辺にもグリーン入れてみようか。で、ここら辺にもグリーン入れてみようかって言って。で、このグリーン入れて、ここからは応用になりますけど、こうやって引っかいてあげますね。こうやって引っかいていったら、余計なんか芝生みたいに見えませんか？それは、応用。基本的にこのパレットのこちらの方で混ぜる。そんな感じで使っていく。で、わからなくなってきたら、トラブルに巻き込まれたら読んでください。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは、奈良にある絵画専門空間、スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。